こんばんは、クリミナルです。今回は日本で発生した誘拐事件をご紹介します。1993年8月10日午後5時40分頃、山梨県にある甲府信用金庫の新入社員山田由紀さんが業務命令で地方紙の取材を受けるため指定の場所小瀬スポーツ公園へとタクシーで移動した。この公園は甲府新近から3キロの距離にある。そして山田さんがタクシーを降り、公園にある体育館に足を運んだ後、行方がわからなくなった。翌日の午前8時15分、山田さんの父親が娘が帰ってこないと甲府新近を訪問。その5分後の午前8時20分、甲府新近に脅迫電話がかかってきた。お宅の職員を預かっている。午前11時までに4500万円用意しておけ。店長おるかな。そういう今夜コーヒータイム甲府バイバーズの体の、ちょっと下です。じゃあお願いします。そこでちょっと待っててくださいな。お金は用意できました。なんとか。そうですか。これじゃあ1時間後にコーヒータイムで、現金確認後1時間以内にはちゃんとお届けします。じゃあ私が行きますから。そうですか。はい。携帯電話は持ってるかい？ないです。じゃあもう一つ、お札の帯封はみんな無地のやつで。だけで、はい。これ大丈夫です。受け渡しもすぐ会えるようにこっちも、車に乗せてます。はい、大丈夫です。約束します。はい、約束です。甲府新近はすぐに警察に通報し、誘拐事件として極秘に捜査が開始された。事件発生当初、警察はメディアと報道協定を結んだ。報道協定とは、事件の内容を報道することにより、被害者の生命の安全に危険がある場合、メディアに報道を自主規制させるものである。そのきっかけとなったのは、1960年に男の子が誘拐され手にかけられてしまった事件である。当時、報道に規制はなく、メディアは捜査状況などを自由に報道していた。その報道を見た犯人がもう逃げられないと感じ、男の子を殺めてしまったことがあったのだ。警察は犯人に捜査を悟られては山田さんの命に危険を及ぼす可能性がある。そう判断し、極秘に捜査した。午後4時2分、甲府新近の支店長が身代金を持って指定された喫茶店コーヒータイムへと出向いたが、犯人は姿を現さなかった。午後4時14分、犯人からガソリンスタンドで待てと新たに電話が入った。そこで指定されたガソリンスタンドに移動すると、今度は中央自動車道上り線104キロポスト地点に金の入ったバッグを置け、身代金を受け取ることができたら山田さんを解放するという電話があった。どうやら犯人は捜査を攪乱するために受け取り場所を変えているようであった。そして支店長が104キロポスト地点に到着するも、そこに犯人の姿はなかった。それ以降、犯人からの連絡は途絶えてしまった。そして事件発生から1週間後の8月17日午前11時半、静岡県の富士川で釣り人が山田さんの遺体を発見した。ここで警察は公開捜査に踏み切り、脅迫電話の録音テープの音声を公開した。ただ、この時点では証拠は乏しく、犯人の特定は愚か、単独犯なのか、複数犯なのかも不明であった。しかし、この脅迫電話の録音テープが犯人逮捕へとつながる。音声分析のプロである鈴木氏により、声紋分析が進められ、犯人像が浮かび上がってきたのだ。鈴木氏によると、犯人は男でだいぶ緊張している。身長は170センチ前後。年齢は40歳から55歳くらい。約束を約束と言ったり、そうですかをほうすっかというなど、国中弁を多用していることから、長年甲府盆地に在住している。帯風という言葉を使っていることから、大金を扱うことのある職業についている。
また、犯人は公衆電話からかけてきており、パルス音からその公衆電話の場所も特定された。その場所は105キロポスト地点の近くにある境川パーキングエリアであった。警察が公開捜査へと踏み切り、報道規制が解除されたことで、連日メディアはこの事件を取り上げ、そこに鈴木氏も出演し、犯人像について語った。その報道を見たとある建設会社の社長はぎょっとした。犯人の声がうちの社員とよく似ている。鈴木氏が挙げた犯人像にも合致している。社長は犯人はうちの社員だと確信した。8月24日、社長はその社員を呼び出した。その男の名は宮川豊。彼は大型トラックのセールスマンであった。身長は172センチで、甲府生まれ、甲府育ち。実際の宮川と鈴木氏が挙げた犯人像は年齢以外はピタリと当たっていた。社長がお前がやったんだろうと問い詰めると、彼は自分はやっていませんと最初は否定した。しかし社長がさらに追及すると、彼はついに犯行を認めた。こうして彼は出頭したのであった。宮川の実家は代々続く農家で、彼には妻と2人の子供がいた。人望もあった彼だが、裏では愛人にのめり込んでいた。愛人のために一戸建てを購入したり、多額の小遣いを与えていたのだ。また、自身の販売実績を上げるために架空の販売契約を繰り返したことで、彼の借金は7000万円にも膨れ上がっていた。そして彼は誘拐事件を起こし、身代金を借金返済に充てようと考えた。彼は以前、甲府信金に寄ったことがあり、その際、窓口にいた山田さんを見かけた。そして名札で名前を知り、標的としたのであった。彼は三日新聞が発行するザ・山梨の記者を装い、甲府信金に取材依頼の電話をかけた。うちに山田さんのことを知っている者がおりまして、彼女を取材させていただいてもよろしいですかね。そしてその話を真に受けてしまった甲府信金の広報部は山田さんを取材場所に向かわせたのであった。その後、取材場所に到着した山田さんを車に乗せ、車を走らせる宮川。しかし途中で異変に気づいた山田さんが降ろしてと騒ぎ始めたので、彼は山田さんの首を絞め、静岡県の富士川に遺体を遺棄したのであった。ちなみに山田さんを殺めたのは彼女を車に乗せてから2時間後である。つまり彼が脅迫電話をかけた時にはすでに山田さんは亡くなっていたのだ。そしてなぜ彼は身代金の受け取り場所104キロポスト地点に姿を現さなかったのか。それは何か意図があったわけではなく、宮川の単なるミスであった。彼は105キロポスト地点にバッグを置けと指示するつもりであった。それを言い間違えてしまい、104キロポスト地点と言ってしまっていたのである。しかし、その言い間違いに本人は気づいておらず、当日彼は104キロポスト地点ではなく、105キロポスト地点に車を止め、待機していたのであった。1995年、甲府地裁は冷酷無比な犯行で、模倣性が強く、社会に与えた影響は大きいとして、宮川に対し無期懲役を言い渡した。検察は刑が軽すぎるとして控訴したが、無期懲役で確定した。借金を返済したいがために誘拐事件を起こした宮川。事件当初メディアは知能犯による計画的犯行と報道しましたが、受け取り場所を言い間違えるなど稚拙な部分が目立った犯行でした。そもそも皆様ご存知の通り、身代金を要求する誘拐事件はほとんど成功しません。誘拐するまでは成功しても、身代金を受け取って逃げおおせることは非常に難しいことなのです。もし彼が知能犯であったなら、誘拐事件などは起こさず、もっと別の方法で金を得ようと考えるはずです。なお、現代では身代金を要求する誘拐事件はほとんど起きません。その代わり、振り込め詐欺が横行しています。こちらの方が誘拐事件よりも少ないリスクで金を手に入れることができるためです。
宮川の犯行はある程度計画的でしたが、身代金を受け取る前に被害者を手にかけ、遺体を発見されやすい場所に置き、しまいには自身のミスによって身代金の受け取りに失敗しています。おそらくパッと思いついたようなずさんな計画のもとに及んだ犯行だったのでしょう。取材が正式なものかどうかをきちんと確認し、一人ではなく二人で行かせるなど何かしらの策を講じていれば、この事件は防げていたのかもしれません。最後に格言をご紹介して締めたいと思います。金はいい召使いでもあるが、悪い主人でもある。ベンジャミン・フランクリン。自分が賢いと信じ込むのは愚かなことだ。マハトマ・ガンジー。